前、ミッドシップ2モーター4駆を開発した際、ギア比次第では2モーターの方が速い、という知見を得た。やはり2モーターの方が速いぞ。4モーターならギア比次第でさらに高速走行できるのでは？通常のミニ四駆のギア比は、4対1くらい。4モーターはトルクが4倍なので、単純計算で4分の1のギア比。つまり1対1で走行可能ということになる。1対1ならモーター直結で良いのでは？というわけで開発を開始する。まずは4つのモーター。ミニ四駆と同じホイールベースになるように配置。これにホイールとタイヤをつける。モーターサイズの都合でトレッドは若干広め。バッテリーは中央のスペースに並べてみた。8本搭載したいけど、スペース的に難しいので4本で進めてみる。もしパワーが必要になったら例のバッテリーを。これらの具に合わせてシャーシを設計。今回はギアの噛み合いがないので楽なのだけど、同時に4つ同通させるスイッチの設計がとても難しかった。最後にモーターホルダーと、バッテリーホルダーを作れば、3D データ完成。なんかこう、密度感がすごい。ここからは組み立て。これに前後ステートローラーをつければ、ダイレクト4モーター4駆、通称 D4、完成だ。と言いつつまだ配線はしていない。検証。このマシン、バッテリー2個でモーター2個を回す設計になっている。配線の仕方は何通りかあるのだけど、モーターを直列に繋いだ場合と、並列に繋いだ場合で、走りがどう変わるか実験してみる。検証はシンプルな平面コースのタイムで比較する。まずは参考にノーマルのミニ四駆を走らせてみよう。ゴー。タイム計測いってみよう。3周のタイムは 5.06 秒。これが基準となる。次は、D4 モーター直列バージョン。スイッチオン。ゴー。遅いな。3周のタイムは 5.16 秒。ノーマルより遅い。続いて、D4 モーター並列バージョン。スイッチオン。ゴー。これは早いぞ。あ、タイヤ。はぁ。3周のタイムは 2.90 秒。ノーマルでこの速度なら、全チューンモーターで爆速間違いなし。D4 全チューン、並列バージョン。スイッチオン。ゴー。む。3周のタイムは 2.46 秒。ノーマル並列とそこまで差が出なかった。ノーマルモーターは流れる電流が少ないので、並列にしてもバッテリー側の供給に余裕があったのだけど、全チューンは大電流が流れるので、並列にするとバッテリー側の供給が追いつかない。的な感じだと思う。つまりもっとハイパワーの今回もこいつの出番だ。パワーが全てを解決する。そして1本で 3.7V 出力なので、モーター1個に対しバッテリー1本で十分回すことができる。ので、配線を修正。マシン名は D4 全 3.7V スペシャルとする。試しにスピードチェッカーで速度を見てみよう。スタート。80。あ、スラーになってしまった。そしてちょうど良いボディがあったので装着。なかなかのフィット具合である。気になるタイム計測いってみよう。スイッチオン。ゴー。早い。3周のタイムは 1.93 秒。というわけで4台分を1つに凝縮した超パワーマシンが完成した。本編。先日、
ホビー改造動画投稿の第一人者である、タメおじ氏から、無制限タイムアタック勝負のお誘いをいただいた。せっかく速いマシンを作ったので、これで挑んでみる。タメおじ氏が開発した、1号は平面速度 1.82 秒。一方こちらの G4 は 1.93 秒。若干及ばぬものの、近い速度域になっている。そして勝敗はこのコースのタイムで決まるのだけど、1号はレーンチェンジで飛び出てしまい記録なし。つまり完走さえすれば、現時点では勝利となる。これはチャンスなので、爆速で完走して扱う敵勝利を勝ち取ら見事にコースアウトしてしまった。まあレーンチェンジが鬼門なのは想定内なので。こうじゃ。LC 特化型、D4 全 3.7V スペシャル。フロントに鬼スラスと3段ゴムリングローラー。リアに強力なブレーキを装備した。リトライ行ってみよう。スイッチオン。ゴー。いけるか？入った。タイムは 3.56 秒。なんとか完走したぞ。けど、これは速いのか？映像を重ねてみる。ゴムリングやブレーキの影響か、とても遅くなっている。比較用にほぼレギュ準種のマシンを用意した。15年くらい前に作ったマシンで、カーボンはなかったので、FRP で組まれている。太鼓のマシンの実力はいかに？スイッチオン。ゴー。おー。レーンチェンジもクリア。タイムは 3.36 秒。こっちの方が速い。今回はパワーを追い求めすぎて飛び出してしまい、それを抑え込むために速度を犠牲にするという、本末転倒な結果になってしまった。次回はもっと別のアプローチでマシンを作り、今度こそ無制限にふさわしいタイムを出したいと思う。